その時、私は洗脳されていた。その時、私は投獄されていた。シェフィーだ。フェアリーちゃんなのだ。今日も AI で可愛いイラストを作っていくけど、今日は何をするのだ？今回はファイナルファンタジー6の実写化動画を作っていく。おお、AI の実写化動画は人気なのだ。ところでファイナルファンタジー6ってどんなゲームなのだ？ファイナルファンタジー6は1994年にスクエアから発売されたスーパーファミコン用のゲームで、ファイナルファンタジーシリーズのナンバリングタイトル第6作目にあたる。ちょうど30年前のゲームということか。さまざまな主人公を操作し、魔法の力が失われた世界を舞台に、機械の力を使うガストラ帝国の世界征服の野望を阻止していく。過去のシリーズでは戦闘手段の一つでしかなかった魔法をストーリーに持ち込んでいて、機械と魔法の対立という形でストーリーが展開していく。なるほど、それは面白そうなのだ。今回はティナやセリスといったメインキャラクターを紹介しながらストーリーを振り返り、最後にそれらを動画化したものを見ていく。どんな動画ができるか楽しみなのだ。また、このゲームの主人公が誰かということについても解説する。それは気になるのだ。では行くのだ。AI イラストラボ。ティナについて。ファイナルファンタジー6はさまざまな主人公を操作して物語を進めていく。この群像劇シナリオの採用によりゲーム内の主人公が限定されておらず、物語の進め方によって操作キャラクターが入れ替わっていく。だから主人公は誰かという議論が起こるのか。そうだな。そしてファイナルファンタジー6の主人公は誰かという場合、話題になるのはティナとセリスの2人だ。まずティナについて、物語開始時の操作キャラクターであり、ある意味物語の中心にいる人物だ。文明が発展し魔法が失われた世界で、生まれながらにして魔導の力を持つ謎の少女。物語の序盤ではガストラ帝国の魔導兵器としてケフカに意志を操られて侵略戦争に加担させられていた。魔法が使えたり操られたりしていてミステリアスな感じなのだ。ティナの外見について、まずドット絵では緑の髪で服の柄はなく、赤いリストバンドをつけ、足は素足、片当てがついている。天野義隆氏のコンセプトアートでは、アッシュグレーの髪、赤い花柄のチューブトップにアームカバー、薄紫のリボンと腰布にマント、柄付きタイツを着用した姿になっている。ドット絵とコンセプトアートだとだいぶ印象が違うのだ。今回 AI で生成した画像がこちらだ。ドット絵に倣って緑の紙で生成してみた。今回は緑の紙にしてみたけど、アッシュグレーがいいか緑がいいかはコメント欄で教えてほしいのだ。この画像をさらに AI を使って動画化するとこんな風に動く。おお、テキストだけでこんな動画が作れるのがすごいのだ。ティナのゲーム内での役割は魔導戦士という肩書き通り、剣も魔法も使えるオールラウンダーだ。他のプレイヤーキャラとは違い、いくつかの魔法をレベルアップで自動的に習得できる。またそれぞれのキャラクターは特殊コマンドを持っているが、ティナの特殊コマンドはトランスだ。トランスって何なのだ？トランスは中盤以降から使用可能な能力で、全身がピンク色の半獣人のような姿に変身し、一定時間物理攻撃、魔法攻撃、魔法防御が大幅に上昇する。なるほど、変身して能力アップできるということか。ちなみに北米版では名前がテラになっている。ティナという名前は欧米ではありふれた名前のため、欧米人にエキゾチックに聞こえるとともに、ティナの正体を暗示するテラになった。テラと言ったらおじいちゃんしか思い浮かばないのだ。日本とはだいぶイメージが違うな。ちなみにテラはラテン語で大地、地球という意味だ。ここでちょっとお知らせなのだ。動画で使っているプロンプトはチチプイという AI 画像投稿サイトで公開している。コピペして試してみるのだ。あと
X では AI 関連情報、生成画像、YouTube の制作状況なんかをつぶやいているのだ。興味がある人はぜひこちらも見てほしい。よろしく頼むのだ。セリスについて。次にセリスだ。セリスはどんなキャラなのだ？セリスは上昇将軍と呼ばれ恐れられたガストラ帝国の元幹部だ。帝国の技術者シド博士によって人工的に魔導の力を注入されており、魔法が失われた世界で希少な魔法を使えるキャラの一人だ。18歳で幹部になれたのも、それだけ魔法が使えることがすごいということか。ただ物語の初登場時にはすでに裏切り者として捕らえられ、将軍の地位を剥奪されている。オリジナル版では地下牢で鎖で拘束された状態を救出することになるが、この際選択肢に意味もなく、このまま眺めてるのもいいかというものがある。で、それを選ぶとどうなるのだ？何も起こらない。それじゃ意味がない選択肢なのだ。そうだな。助けないことにはゲームが進まない。またこの選択肢は他機種のリメイクではなくなってしまった。最初はクールな性格であり、軍人のような男勝りの口調だ。中盤のオペラ座のイベントでは歌手マリアの姿になり、セッツァーをおびき寄せる役を引き受けている。オペラセリスも可愛いのだ。コンセプトアートでは紫のチューブトップに黄色のアームカバーとズボン、作品によっては黄色のベスト、もしくはパフスリーブのボレロを着てるものもある。一方ドット絵では緑のレオタード姿に白いマントだ。どちらもかなり際どい格好なのだ。今回はドット絵仕様で画像生成をしてみた。リアルな画像にするとやっぱりすごい格好なのだ。セリスはラテン語で天空、青空を意味する。ティナの地球大地という意味と反対なのだ。AI イラストラボ。ケフカについて。ここで本作のストーリー上の重要人物であるケフカについても見ていこう。今回作った動画の理解も深まるのだ。ケフカはガストラ帝国の魔導実験によって力を与えられた人造魔導士だ。実験で強い魔導の力を得たが、その代償として精神が破綻している。特に幼稚性、残虐性が顕著であり、道化師のような奇抜なファッションと常軌を逸した言動が印象的だ。見た目通り危ないキャラクターなのだ。一人称は僕ちん、私、俺様と常にバラバラであり、それによって言葉遣いも若干変わる。精神がかなり不安定そうなのだ。ここでケフカの悪行を見ていこう。まず洗脳だ。ティナを操りの輪で洗脳し、魔導兵器として利用した。次に放火だ。ティナをかくまうエドガーに対し実力行使に出て、フィガロ城に放火している。そして毒による虐殺、籠城して抵抗するドマ国に対し、兵士に触れただけで死に至る猛毒を用意させ、それを川に流し込んで大量虐殺を行い、捕虜になっていた味方さえも巻き添えにした。無差別に毒殺するなんて本当にひどいのだ。そしてナルシェへの侵攻、幻獣を奪いに兵士たちを率いて侵略している。ということで今回はここまでの流れを動画にしている。これを聞くとケフカを中心に話が進んでいる気がするのだ。AI イラストラボ。主人公は誰？というわけでファイナルファンタジー6では主人公が誰かという疑問が浮かんでくる。天然の魔導士であるティナと人為的に強化されたセリス。初期習得魔法が火属性のファイアであるティナに対して氷属性のブリザドが使えるセリスといったように、この2人は対立構造になっている。名前の意味も大地と天空で反対だったのだ。物語の序盤はティナを中心に話が進んでいくことと、パッケージにはティナが描かれているということでティナが主人公に思えるが、実はティナがいなくてもクリアができてしまうんだ。で、主人公がいなくてもクリアできちゃうというのは違和感があるのだ。そうだな。物語の後半になるとセリスが中心となって物語が進んでいくということで、結局ティナもセリスも物語の中心にいて、どちらを主人公として見てもおかしくはない。これは悩ましいのだ。ただ派生作品であるディシディア・ファイナルファンタジーではティナがファイナルファンタジー6の代表として選出されている。じゃあやっぱ
ぱりティナが主人公だったのか。しかし公式の見解では味方キャラ全員が主人公ということだ。なるほど、結局主人公はプレイヤーが決めるということか。そうだな。他にもロック、エドガー、マッシュ、シャドウ、カイエンといった魅力的なキャラクターたちがいる。これらのキャラクターも紹介したいが、時間の都合でここまでにしよう。みんなどのキャラが好きかコメント欄で教えてほしいのだ。今回それぞれのキャラクターも AI 動画にしている。それじゃあ早速見てみるのだ。その時、私は洗脳されていた。その時、私は投獄されていた。というわけで今回は元画像ありでファイナルファンタジー6の実写風動画を作成してみた。ストーリーの区切りのいいところまで作ったらかなり長くなってしまったのだ。なかなか大変だったな。これでストーリーの3分の1だから、この動画が好評だったら続きを作るのだ。動画の感想やこんな作品が見てみたいなどぜひコメント欄で教えてほしい。皆さんのコメントは動画作成の参考、励みになっているのだ。それではここまでご視聴ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。さようなら。